皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1140日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1290名、戦車5両、装甲戦闘車14両、砲43門、多連装ロケット3両、防空システム2機、ドローン43機、その他車両109両、となっています。戦線全体では165回の地上戦の報告があり、ほとんどがポクロフスク方面で発生し、後ほどお伝えしますが、ロシア軍はエリート部隊の検定隊を積極的に投入し、攻勢を強めています。そして、歩兵やロバ以外に視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数と、ロシア軍の損失数の比率は、1対 1.1 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 1.1 倍になります。ロシア軍の損失は民生用のバン、軍用トラック、ピックアップトラックが多く、反対にウクライナ側はピックアップトラック、その他の乗用車が目立ちます。これらの数字について、最前線では機械化攻撃が減少し、小規模な偵察活動、ドローン対歩兵の戦いが増えていると思われます。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシア国防省の第38装甲車両研究試験所は、鹵獲したブラッドレー歩兵戦闘車と、ロシア最新の BMP-3 歩兵戦闘車の比較試験を行い、BMP-3 がほぼ全ての面で大きく劣っていると結論付けました。試験は防弾、対地雷性能、火力、保守、人間工学面を中心に行われ、まず、防弾性能では、対戦車ミサイルや地雷が爆発しても耐えられる防御力の高さは、ウクライナ軍からも称賛されている通り、大きな差があり、BMP-3 は、全面装甲ガラスの強化が必要とされました。また、BMP-3 の特徴であるはずの火力でも、ブラッドレーは、射撃精度と装甲貫通能力で優れているため、研究所では、BMP-3 に 30mm 機関砲とダーツガンが必要と指摘しました。さらに、保守、スペースの使いやすさ、乗り降りのしやすさなどの運用、人間工学的な面においても、ブラッドレーの優位性を認めることとなり、反対に BMP-3 の優れている点は、水上の移動能力だけだったとしています。2番目。ロシア国営テレビのプロパガンダ番組、ソロビヨフの夕べでは、司会のソロビヨフが、ロシアが特別軍事作戦の目的を達成できなかったと認めて話題となっています。放送では、ゲストで登場した軍事専門家が、ロシアの勝利は近い。ロシアは、ウクライナを粉砕しようとしていると主張したのを、それは楽観的だと遮り、彼らの砲弾は、我々よりも遠くに届き、自走砲のボグダナ、シーザーは非常に優れ、数はどんどん増えている。ほぼ、すべての西側諸国は、ウクライナに武器を輸出し、最近では、ウクライナに地下工場を作り、兵器を生産している。ドローンは、年間200万機作っているそうだが、それも、これから効果が出てくるだろう。それに、F16、グリペン、ミラージュも持っている。あれはとても危険だと不機嫌に語り、ウクライナの武装解除は失敗したと語りました。3番目。ロシア軍では兵士の減少が深刻化し、エリート部隊の検定隊を突撃に投入しているため、脱走兵の捜索や敵前逃亡を防ぐ特戦隊がいなくなり、戦闘の継続と規律維持が困難になっています。
ウクライナを裏切ってロシア側に寝返った愛国主義者のモンティアンは、ロシア宣伝活動家のイワノフとのインタビューで、ロシア兵は戦闘を自由に離れ、後方で行動することができると、状況の悪化を指摘しました。モンティアンは、ウクライナはロシアの車列を毎日破壊しているというのに、前線のロシア兵になぜ戦わないのかと話を聞くと結果はわかるだろといった話しか聞こえてこない。敵はドローンをはじめ技術で圧倒し、私たちはもはや戦う相手がいないと説明しました。さらに一部の同志は未だに隊列を作って外を歩いているようだが、あれは運が悪い。もはや兵士の仕事といえば、晩にバーベキューグリル、ドローン防護柵を溶接し、交通警察に1万ルーブルの賄賂を払って移動して仕事をしているふりをするのが日課だ。もう戦争なんて気に求めていない。兵士は戦う必要がない。こんなことがあっていいのかと前線の状況に疑問を呈しました。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド。そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雪。最高気温4度、最低気温-3度。今日の天気予報も雪となっています。今後、数日、風が強く、氷点下の気温となり、ドローンの活動にマイナスの影響が出ることが予想されます。この方面で、ロシア軍は35回の攻撃、16回の空爆を行いました。ウクライナ軍の無人システム部隊は、第413突撃大隊と第78空挺連隊と共同作戦を行い、12時間の作戦行動で、ロシア軍の防空システム3つを特定し、破壊したと報告しました。映像では、1機4500万ドル65億円のブーク M3 が破壊されたことが確認できるものとなっています。1番目。ロシア軍が占領を主張し、ウクライナ軍が否定しているバシフカでは、ロシア軍は、ロクネの郊外に砲撃、ドローン、ミサイル攻撃を行い、この場所がウクライナ軍の最前線となっている可能性があります。また、今日も、ルジアンの突撃が行われ、ロシアンの軍事ブロガーによれば、ロクネの方向に200メートル走ったところでいつも通り撃退され、隊列は燃やされ、消えた。今回は戦車も登場したと報告しています。戦況図では、係争地の範囲を200メートルほど拡大しました。2番目。グエボでは、ルジアンが正面突撃で集落に侵攻し、集落中心の教会に旗を掲げて占領を主張しました。一方、その2県隣では、ウクライナ軍の第82海兵旅団がロシア軍のいる場所を特定して砲撃、ドローン攻撃を行っていることから、今のところ、係争地のまま、戦況図に変更はありません。ベルゴロド方面。この方面でも、ロシア軍が奪還作戦を行い、集落に浸透を図っています。1番目。ポポフカでは、ルジアンの歩兵が集落に侵入し、ウクライナ軍がドローンで探して排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第47機械化旅団のもので、地図の場所にある土管の中と、その先の民家の様子となっています。この部隊は、西側の戦車、装甲車両を持つ最精鋭の旅団ですが、
今の段階は、ルジアンの前進意欲を利用して、集落に引き込んでドローンで叩こうとしていると思われます。この場所は、昨日ウクライナ軍が前進したとお伝えしましたが、その占領地を縮小させ、1キロほど係争地が拡大したとして更新しました。2番目。デミドフカでも、ルジアンは北側の家に取り付き、これもウクライナ軍がドローンで見つけて排除しています。こちらも先ほどの第47機械化旅団のもので、地図の場所にある2軒の家の様子を観察しているところとなっています。いずれも係争地内の出来事で、戦況図に変更はありません。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは2回攻撃を行いましたが、今日もウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で8回、スバトベクレミンナ戦は22回、シベルスク周辺では2回、チャシフヤール方面で2回、トレツクの方向は18回攻撃を行いました。シベルスク周辺。この方面では、ルシアン軍が歩兵の突撃を行っています。そのうち、ベルホノカミアンスケの北の郊外では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが地図の場所にあるウクライナ軍の陣地に砲撃を行い、その後歩兵を投入して前進を図りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃は失敗しましたが、戦況図では、この場所まで、係争地が拡大したとして更新しました。トレツク方面。この方面で、ルシアン軍は、市街地で苦戦を強いられ、突破口を探して、様々な正面突撃を試みています。そのうち、南側の鉱山では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが住宅地を抜けて、鉱山のふもとに隠れ、前進の機会を伺っています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第100機械化旅団のもので、地図の場所に位置されたウクライナ軍の車両の下を遠くから観察しているところとなっています。これを含めて、ルジアンの攻撃は前進につながるものはなく、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では53回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で12回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ルシアン軍に増援が送られていて、攻勢を続けています。1番目。ポクロフスク東側のエリザベティフカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の陣地に、ルジアンが戦車1両で攻撃を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第142機械化旅団のもので、地図の場所でゆっくり前進し、突破を図るルシアンのカメノコ戦車となっています。この攻撃は、地雷で前進が止まった後、ウクライナ軍のドローンにより、じっくり撃退されました。戦況図では、エリザベティフカの集落全体と、この場所まで、ウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は1平方キロになります。2番目。ポクロフスク南側のリシフカでは、ルジアンが集落に入り、拠点化を試みています。位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のヴァンパイアドローンが、地図の場所でルジアンを観察しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第25空挺旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この付近では、10日前にも、隣の建物で、同様な例があることから、戦況図では、この場所まで、ルジアンが支配したとして更新しました。面積は2平方キロになります。3番目。
ここ最近お伝えしているシェフチェンコでは、ルジアンが精鋭部隊を投入していて、集落からウクライナ軍を追い出し、家一軒単位で占領地を拡大させています。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、南側の攻撃軸で地図の家を観察している様子となっています。戦況図では、ウクライナ軍の奪還地を縮小させ、集落の南西側4分の1をルジアンが占領したとして更新しました。4番目。西側正面のウスペニフカでは、ルジアンが集落に取り付いています。ルジアンの任務は前進し、次の兵士がやってくるまでその場所にいることとされています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の戦術評価の映像で、地図の家の門にいるルジアンとかくれんぼをしている様子となっています。今のところはすぐに見つかるようで、戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面で、ルシアン軍は、機械化攻撃と歩兵による突撃の両方を行い、占領地の拡大を図っています。そのうち、ベリカノボシルカの西にあるプリビルネでは、ルシアン軍が機械化攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退された情報があります。係争地内の出来事ですので、戦況図に変更はありません。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ルシアン軍に成果はありませんでした。その他、ルシアン軍の前線では、食料が不足し、風邪薬を食べて飢えをしのいでいます。ウクライナ国防省の軍事作戦局が傍受したある兵士の妻が母親と会話している録音では、彼らはもう2週間も塹壕に座っているだけでもう食べ物がなくなってしまったそうよ。ママ、風邪薬を食べて生きているそうよ。とのことで、これはルシアン軍が生きて帰ってこないことを前提に兵士の食料を節約している可能性があると指摘しています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。